皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は魅力たっぷりの中ボスたちについて解説していきますよ。中ボスというと立ち絵がなかったりセリフがないけど、その分二次創作で扱いやすく人気になったキャラが多いよな。そう、そんな彼女たちは原作とのギャップが衝撃的なので楽しみにしててください。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。では授業開始です。それではまずはじめに紹介する中ボスは、東方高魔教の2面中ボスの大妖精です。ちなみに大妖精は妖精大戦争の霧の湖中ボス、エクストラステージ中ボスでも登場しているぞ。二面道中曲のルーネイトエルフが彼女のテーマ曲として扱われることが多いですね。大妖精とは妖精の中でも強い力を持つ者の総称、分類名であり、彼女自身の名前ではないですよ。名前もなければ、原作で表示されるイラストとセリフもないのです。あるのはドット絵と設定だけです。それにもかかわらず、数々の魅力あるキャラがいる東方で勝ち抜いて大体50位台をキープしているよな。そのため二次創作のイラストは、ゲーム中のドット絵から判別できる要素に基づいて描かれています。妖精大戦争でも残念ながらスペルカードや立ち絵はなかったのですが、高魔教のドット絵が手直しされ、若干用紙が確認しやすくなりましたよ。ちなみに何か手に持ってますよね。あれ実はマスターソードらしいです。いやゼルダの伝説の大妖精じゃないから。冗談はさておきストーリー上の特殊な役割は一切与えられていなく、ボス級のキャラではありません。いわゆるモブキャラなのです。ズンさんもここまで有名になるとは思っていなく、単に妖精より大きいから大妖精と名付けたぐらいです。妖精は人間以下の存在なんだが、その中で力のあるものが大妖精でもあるようだぞ。日の光がまともに当たらず妖精たちに死の湖とまで言われている霧の湖に普段から住んでいるのは、実はその強さからだと思われますね。ほう、大妖精って意外にも力のあるキャラだったのか。戦闘能力もそこそこあるようで、東方高魔教ではなんと瞬間移動をし、妖精大戦争ではチルノのアイシクルフォールに似た弾幕を放ってきました。あのおとなしそうな大ちゃんとは思えないぜ。また、東方3月星や東方茨河線などの書籍にも登場していますが、こちらもセリフはなく大妖精だと明言されてもいませんね。ただ、東方プロジェクトの書籍の後書きを見る限り、キャラクターのデザインは漫画の作画担当に任されている部分が大きいと思われますが、このキャラクターは二次創作でよく描かれる大妖精にそっくりなんですよ。大妖精の特徴といえばサイドテールや服装、薄い羽だよな。私と同じポニテで可愛いですよね。それ自分のことも可愛いって言ってるようなもんじゃん。彼女の愛称は大ちゃん。キャラクターとしての公式設定はほとんど皆無に等しいため、二次創作に登場する大妖精のキャラクターはその要素のほぼ全てが二次設定ですので注意してくださいね。公式での性格とかってあるの？公式ではいたずら好きで後先を考えない性格となっていますよ。大妖精といえば、二次創作ではチルノのお姉さん役として書かれることが多いからかなり異なっているな。おバカなチルノとは対照的なしっかり者であることが多く、無鉄砲なチルノに振り回されたり、心配しておろおろしたりする苦労症ポジションがよく似合っていますね。大妖精がチルノを呼ぶときもチルノちゃんとちゃん付けのことが多いぞ。そういったキャラ付けから、現在では東方プロジェクトの中では貴重な素直でおとなしくけなげないい子担当として確固たる地位を築いていると言っていいでしょう。作品によってはスタイルのいい長身な大ちゃんが見られることも、そこため入れるところじゃないからね。お姉さんイメージもあってかチルノより若干発育がよく書かれることが多いですね。まさに胸が大ちゃん。そんなことでうまいこと言わんでいいねん。では次に紹介するのは、東方プロジェクト第6弾東方高魔教の4面中ボスとして登場した小悪魔です。大妖精と同じく一個体を指す名前ではないんだぞ。単に力の弱い悪魔を指す言葉で、ズンさんが言うには悪魔より小さいから小悪魔とのこと。小悪魔もゲーム内で容姿がわかる要素はドット絵しかなく、拡大絵、さらには本名さえ判明していないのです。さらに原作中ではセリフの一つもないのですよ。しかし東方キャラランキング67位とかなり高順位なんだぜ。高魔官の名もなき住人で、赤い髪型が特徴です。巷では赤髪のコアと呼ばれているようですね。もしかしてロジャー海賊団にいました？霊夢たちが図書館の進行している時に、パチュリーのところへ行かせまいと小悪魔は攻撃を仕掛けてくるのですよ。本来、悪魔は幻想郷内では吸血鬼と同等の力を持つ強大な種族なのですが、その中では力の弱い方なので小悪魔と呼ばれるとのこと。大妖精とは対になっている感じなんだな。小悪魔のファンによる愛称はコア、またはコア。そして、最近はあまり使用されないのですが、
大妖精の俗称の一つトリルの由来となったリトルという愛称もありますね。彼女も大妖精と同じく性格は神主曰く、気まぐれでいたずら好きで、後先を考えずに行動する性格らしいですね。基本的にたくさんいる雑魚キャラの一人で、会話もなければ立ち絵もないんだぜ。ですが、東方3月星にて、図書館で給仕をしている小悪魔らしきキャラが書かれていますよ。暴月賞の4コマ版では作中に登場するブンブン丸新聞掲載の写真に、小悪魔らしき人物が小馬館図書館内のプールがある場所に設置された海の家、いわゆる屋台で料理を作る様子が描かれていますね。おお、ミスティに続く新たな屋台キャラがいるじゃん。それにしても小悪魔は屋台で何を作っているんだろう？確か迷いのキクリンさんミスティアローレライのキノコクリームソース手羽先らしいです。まずそれは食か洋食どっちだよ。大体レイムさんの意味不明な情報どこで手に入れているんだよ。みょんみょん丸新聞です。その新聞怪しすぎだろ。それはさておき、立ち絵がない小悪魔の人気投票ランキングでのコメントはこんな感じです。くせ者揃いの小馬館でけなげに働くコアちゃん尊い。あまりゲームに登場しなく、情報が少ないが、ファンの創作で成り立っているのがとても温かく大好き。といったコメントが見られますね。二次創作では図書館の司書や、パチュリーの身の回りを世話をしていたりしているもんな。本来の設定と異なり、性格は真面目で礼儀正しく、小馬館随一の常識人な小悪魔がいたりします。むしろこちらの方が広く普及してしまっていて、原作での性格はほとんど見られないですね。しかしそんなことよりも小悪魔といえばやはり R18 でしょう。そんなことあります。健全な東方に数少ないサキュバス、または無マネタで出てくれる男子たちにとってはありがたい存在なんですよ。レイムさんは女の子でしょ。エチエチ作品では、無防備なパチュリーに暴走したり、一途にけなげに思い続けたりパチュリーにいじられ涙目だったりと、キャラは作者によって様々ですね。ちょっぴり怖くてエチエチなものも多いです。レイム部長がやたら詳しいことに怖いんだけど、とはいえアダルティーなところでは、コアは間違いなく使いやすいキャラだもんね。また各絵師によってロングヘアだったりショートヘアだったり、巨乳だったり貧乳だったりとかなり姿が異なりますね。ちなみに公式作品では3月生で登場したのは単発、しかしうどん月賞では長髪もありますよ。でも基本的に長髪が見られるよな。一部では巨乳で長髪イコールコア、単発で貧乳イコールココアと呼び分けていることもあります。すいません、今日保険の需要じゃないってマジですか？これはあくまで私の妄想なんですが、悪魔としての力は弱くてもベッドの上だと最強なん。それでは次に紹介するのは、東方地雷伝一面の中ボスで登場したキスメです。幻想郷の地上世界から切り離された地底世界で暮らす妖怪の一人。彼女の種族は鶴瓶落としと言いますよ。鶴瓶落としは京都府、滋賀県、岐阜県、愛知県、和歌山県などに伝わる、巨大な生首のような妖怪だぜ。普段は洞窟や井戸の中にいるのですが、狭いところが大好き、内気な性格をしていて、いつも桶に入って生活していますよ。か弱い私と似ていますね。エッチ血組の冷酷な八千恵組長に喧嘩売っている方がか弱い？何気に公式で明確に性格が設定されているのは、中ボスでは初だったりします。その一方、取材に訪れた社名丸に本気で襲いかかるなど、妖怪らしい凶暴なところもありますね。地雷伝の完結戦騒ぎの調査で、主人公たちが地底に向かう過程で最初に出会う妖怪です。1種類ですがスペルカードも使用できることも、しかし、東方部門九呪に記されたキスメの言動は、凶暴なところもあるようなところではなく、凶暴凶悪そのものです。ほんまに内気な子なんか？井戸から出て小さな子供にお前の落とした死体はこれかいと言い、ケタケタ笑いながら白骨死体を投げつけたりしていますね。それを見たもみじは喜んで骨を取りに行ったそうです。また変な妄想入れるんじゃありません。そして後書きにおいて問答無用で首を狩り、桶に入れて持って帰ると言われていて非常に凶暴。それも悪ではなく、制作者ズンさんが直々に、キスメ可愛い顔して残落すぎるぜ。また、キスメの桶から出ている体は本人のものではないと言われていました。おいおい、あの顔はどこからか取った首なのかよ。しかし公式的にあれはキスメ本人であることが明らかになっています。また二次創作ではキスマとして描かれることがあります。名前からの連想されてキスマということですね。元無分九呪での凶暴性を考えると、うかつにチッチュしたらそのまま食べられてしまいそうだけどな。そんなことないから私とチッチしよう。間違いなく殺される。さて次に紹介するのは、東方神霊病5面の中ボスである蘇我の閉じ子です。彼女は西洋寺ゆゆ子以来となる亡霊という種族に属しているぜ。しかしゆゆ子と違って普通の足ではなく、二股に分かれたお化け風になっていますね。過去の因縁からの太に復活を拒まれていて、現在は霊体のままの太にいいように使われているとのことですが、閉じ子自身は壊れやすい人間の体などいらないと考えています。ところでレイム部長、その過去の因縁って何なんだ？会話もなく、おまけテキストの設定も詳細が不明なため、実はそもそもの太との過去の因縁が何なのかはっきりと分かっていません。蘇我の人も野々部氏の宗教戦争関連と思われますが明言されていないため、至って個人的な自
事情や家族間の圧力などの可能性もあり得ます。なるほど。ということは冷蔵庫のプリンを勝手に食べたとかで喧嘩したのかもな。いや喧嘩の原因が小学生すぎでしょ。それはさておき、豊里耳の巫女が復活する寸前の夢戸の大死病にて現れました。短期での登場は中ボスのみなので、少しの弾幕と1枚のスペルカードを突破すると撃破となりますよ。しかし彼女の出番はこれだけでは終わるわけではないぜ。なんと続く6面ボス戦で、驚くべきことにラスボス豊里耳の巫女のとあるスペルカードにて物のべの太と共にオプションとして召喚されます。しかもセリフ付きで弾幕を放ってくるんだぞ。性格についてはちょっぴり柄が悪く、情に脆くて怒りっぽい面があるとのこと。と自己の代名詞であるやってやんよは、そんな彼女の性格を端的に表しているように見えますね。そんなと自己の能力は雷を起こす程度の能力で、怒ると雷を落とすことができるようだぞ。ドラえもんの雷親父さんも同じ能力を持っているよな。100万ボルトらしいですよ。いやぶっ壊れ能力じゃん。元無分九呪によると、やはり仏教をめぐる宗教合戦でノフトと争っていたようですが、ノフトが呼びかけ密かに協力することになります。共にカバネ海戦になるはずだったのですが、ノフトに計られ復活する際の肉体がなくなってしまい、そのまま亡霊となったのですよ。カバネ海戦についてはこちらで詳しく解説しているからわからない方は見るといいぜ。しかしです、先ほど言った通り、便利な亡霊であることに今は楽しんでいるようですよ。肉体がないことは実はとても快適なようですね。それは仙人という種族が非常に大変っていうことだからだろうな。と自己は二次創作ではどんな扱いをされているんだ？とりあえず緑のカラーリング及び足の形からセクシー大根ネタが鉄板ですね。ああ、二つに分かれているもんね。カップリングについてはミコカノフトとのカップリングが主流ですが、ノフトが原作の挙動からアホの子扱いされ、聡明なはずのミコもアホの大使になってしまったため、その2名のツッコミ役として奔走しています。またやってやんよのセリフや音量であることから、まさに芸人の雷のような強めのツッコミが多いですね。マリサさんもとじこぐらいの強めのツッコミやってくださいよ。ああ、そこまで言うならやってやんよ。ごめん、やっぱりいつも通りでお願いします。それではラストに紹介するのは、交流道5面の中ボスを務めた管巻司です。彼女は歴代の中ボスの中でもかなり特殊なんだぜ。そう、管巻司は大天狗の飯綱丸恵の頼りになる右腕であり、今回の異変では飯綱丸の命を受けて協力者である天球千又や、親友の姫虫ドドヨとの連絡などを任されていますよ。ただ、耳元で囁く邪悪な白狐という二つ名の通り、千又や桃代からは信頼されているものの本人は面白がって両名と直との戦闘を誘発させるなど、作中では協力者ですら欺いてその場の混乱を楽しむなどしていました。まさに悪女キャラといったところだぜ。能力は魂の弱いところに入り込む程度の能力を持っていて、サナエの通常のエンディングでは、この能力を遺憾なく発揮しサナエにカナコと諏訪湖への不信感を植え付けることに成功しました。中ボスなのにエンディングも関わってくるなんて、今回のストーリーにめちゃくちゃ絡んでいる中ボスということがわかるぜ。設定テキストによると、管狐らしく彼女の助言を聞いた者は金銭的に恩恵を受けることができるそうです。東方茨河線8話でもマリサに化けた管狐が登場しているよな。ちなみに、交流道のおまけテキストにて5面中ボスが5面ボチュースとご表記されたことで5面ボチュースと言われることもありますよ。そんな彼女への愛称として、ボチュースがちょくちょく使われるようになったのか。ちなみにこの語字が広まっていることに関しては、東方ステーションでも少しだけ取り上げていたため、その時ゲストとして出演していたズン氏の耳には入っていますね。そんな管巻司は邪悪な性格やセクシーな衣装、そしてまさかの3面連続で中ボスとして登場するインパクトからかなりの人気キャラクターとなっています。なんと人気投票ランキングでは初登場なのに55位という高順位。いきなり55位はすごすぎるぜ。松井秀喜の背番号と一緒じゃん。いや今ゴジラは別に関係ないよね。白いチャイナドレス風の衣装に身を包んでいますが、よくある横に深いスリットが入っているものではなく、膝上太ももくらいまでのズボン状になっているタイプです。どちらかというとベトナムの民族衣装である、青材に近いですね。めちゃくちゃセクシーだな。ピースまでしちゃってますしね。いやあれ狐の顔だよ。立ち絵では右手で狐の形を作っていて、逆の左手には液体が入った試験管と思わしきものを持っていますが、中身は不明です。それで二次創作ではどんな感じになってるんだ？主人である飯綱丸との関係を中心に色々と開拓がなされていますよ。ちなみにカップリングなは名物化だぜ。様々なセクシー要素からかなりの人気キャラクターとなっていて、交流道メンバーの中でも最多のイラスト数を誇っているほど、周りをそそのかして混乱させることから、悪女キャラとして他の東方キャラや我々にありがたき邪悪なことを囁く描写も多いですね。これからの活躍にも注目だな。さて、今回の授業はここまでにします。視聴者さんの好きな中ボスキャラがいたら教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。